第一章。お嬢さん、皆様のお時間を無駄にしないで、お会計をお済ませください。支配人の声は鋭く、見下すような口調で、まるで私が確実にただ食いしようとしていると確信しているかのようだった。周囲から数人の好奇の目が向けられた。私は眉を潜め、こんな馬鹿げたことに時間を浪費する気はなかった。携帯電話を取り出し、弟のデニス・ホワイトに電話をかけようとした。聞こえてきたのは話し中の音だけ。かけ直してもやはり同じだ。平日の昼間だ。あのガキ、一体何をやっているんだ？私は電話をしまい、この粘着質な女の目をまっすぐに見据え、一言一句繰り返した。もう一度言う。私の名前はテレサ・ホワイト。デニスの姉だ。彼に連絡が取れないなら、彼のアカウントを確認するだけでいい。私の写真と情報はすべて彼のカードにリンクされている。それが最も直接的で効果的な解決方法だと思った。しかし、私の名前を聞いて、支配人は確認しようともせず、かえって大きな笑い声を上げ、さらに周囲の注目を集めた。彼女は突然身を乗り出し、声を潜めて二人だけに聞こえるように言った。まだ芝居を続けるの？あなたの顔、私のダーリン、デニスの SNS で見たことあるわ。あなたはただの厚かましい魔女、こっそり私の彼氏に近づいて。そして今、ここに現れて、食事代を彼のツケにしようなんて、どれだけずぶとい神経してるの？一瞬、私は呆然とした。彼女の名札に目をやった。ジェシカ・トンプソン。このすべてに、ただ言葉を失うしかなかった。そうか、これがデニスのいわゆる内緒の彼女か、私に写真さえ見せてくれなかったあの相手が。デニスの趣味がなんでこんなにひどいんだ？わかった。このとんでもない5万ドルの請求書は何かの誤解なんかじゃない。最初から仕組まれた私を恥ずかしめるための罠なんだ。私がさらに言葉を続ける前に、彼女はすでに忍耐を失っていた。この方が食事代を踏み倒そうというなら、確保して警察を待つだけよ。彼女が手を振ると、近くで待機していた2人の屈強な警備員がすぐに前に出てきた。1人は私の口をぎゅっと押さえ、もう1人は犯罪者かのように私の腕を背後にねじり上げた。私はもがいたが、力の差ではどうしようもなかった。私の怒りに満ちた睨みつけや、他の客たちの驚いた視線を無視して、彼らは私を雑に厨房の方へ引きずっていった。そして、消毒液と残飯の匂いが充満する倉庫に放り込んだ。ドアがバタンと閉まり、外の光も音もすべて遮断された。第2章。暗闇の中で、支配人のジェシカは一言も発さなかった。彼女はただ、ハイヒールを履いた足を上げ、私の腹を強く蹴った。痛みは激しく、私は床で体を丸めた。胃がひっくり返りそうだった。私の彼氏のお金を使おうって？彼を誘惑しようって？彼女は叫び、嫉妬と怒りに彩られた声を上げた。私を見下ろして立ち、2人の警備員に命令した。ぶん殴れ、手加減するな。2人の警備員は明らかに彼女の味方だった。ためらいもなく、彼らは私を殴り蹴り始めた。私は歯を食いしばり、すべての叫び声、うめき声を押し殺した。骨が折れ、内臓がかき回されるような感覚だった。ジェシカは叫び続けた。何様のつもりだと思ってるの？ただの寄生生物だ。言っただろう、私は彼の姉だ。信じないならデニス本人に聞いてみろ。今すぐ彼に電話しろ、私が話す。私は説明しようとしたが、彼女は全く気に留めなかった。彼女は私がめまいを感じ、すべてがぐるぐる回り始めたとき、やっと手を挙げ、暴行を止めさせた。彼女はハイヒールのかかとを私の肩に押し付け、
上から私を見下ろして笑った。今日の食事代を払うのがいいわよ。それに追加で5万ドル。私の彼氏に手を出して、彼のお金を使った罰よ。これ以上ひどいことになるのも怖くないわ。デニスが私のために処理してくれるから。痛みでかろうじて息ができる状態で丸まっている私でさえ、弱々しく抗議した。それは私自身のお金だ。言っただろう。信じないなら彼に聞いてみろよ。彼女の顔が曇り、彼女は再び私を蹴った。二人の警備員はすぐに理解し、再び私を殴り始めた。その時には、私が何を言っても意味がないと分かっていた。このまま続けば、本当にここで死ぬかもしれない。血の混じったものを一口吐き出した後、私は最後の力を振り絞って、手探りで携帯電話を探した。やめて私が払う。彼女は私の服従に満足したようで、警備員に止めるよう合図した。彼女はしゃがみ込み、私の腫れ上がった方をパタパタと叩いた。ほら、この方が簡単でしょ？最初からこうすればいいものをわざわざ自分で大変な思いして。10万ドルよ、1セントたりとも減らさん。冷たい床に横たわり、私は肺が焼けるように感じながら必死に息をした。彼女を無視し、親友のメアリー・ラングトンに電話をかけた。彼女はすぐに出た。メアリー、20万ドル持ってデニスのレストランに来て。今すぐ必要だ。メアリーは一瞬沈黙し、すぐに何かがおかしいと感じ取った。テレサ？どうしたの？なんで声が。聞かないで、とにかく急いで私は彼女の言葉を遮り、電話を切った。ジェシカ・トンプソンが20万という言葉を聞くと、彼女の目が輝いた。表情には欲の光が一瞬走った。彼女はおそらく私が殴られて服従し、慈悲を請うためにさらに多くを差し出していると思ったのだろう。彼女はもう得意げな表情を隠せなかった。賢い選択ね。第3章。メアリーの行動は信じられないほど早かった。倉庫のドアはあっという間に外から押し開けられた。メアリーは2人のボディガードを伴って堂々と入ってきた。私の口元の血、乱れた服、床でひどいありさまの私を見て、彼女は心底驚いた。彼女は駆け寄り、私を起こした。私は首を振り、何も言わないよう合図した。そして、パスワードが貼られた銀行カードを彼女の手から受け取り、ジェシカに投げつけた。その女はカードを受け取ったが、これ以上議論しようともせず、ただ手を振って追い払うように言った。このカードが偽物なら、お前を見つける方法はいくらでもある。さあ、出て行け。私はメアリーに支えられながら、体中に走る激しい痛みに耐えながら、その不快な場所からよろよろと出て行った。入り口で私は彼女に感謝した。ありがとう、メアリー。済んだらすぐ返すから。彼女はただ心配そうに私を見つめた。お金のことなんて気にしないで。でもあなたに一体何が起こったの？私は何とか笑おうとした。うちの弟も本当にいい彼女を選んだものだ。彼とちょっと話さないとね。私は携帯電話を取り出し、レストランの副社長の番号を見つけた。彼こそが本当の責任者で、私が個人的に採用した人物だ。彼は私に対して絶対的に忠実だった。電話がつながると、私は一言も無駄にしなかった。私の声は冷たく、感情を込めていないものだった。ジェシカ・トンプソンという名前の支配人を10分以内に解雇しなさい。もしできないなら、ホワイト家はレストランへの投資をすべて引き上げる。1セントたりとも残さないからね。電話の向こうの副社長は、私の声に動揺してパニックになりそうな様子だった。彼にはおそらく、私の弱々しく調子の悪い声が聞こえていたのだろう。
理由も聞かずにすぐに承諾した。私は電話を切り、ためらうことなくタクシーで警察署へ直行した。受付の警官に起こったことをすべて最も明確で冷静な方法で説明した。詳細な事情説明を終えた後、私は病院に行き、全面的な身体検査を受けた。その薄っぺらい診断書を手にしたとき、私の中の怒りと裏切られた感情はさらに燃え上がった。説明が必要だった。デニスに私の目を見て、自分自身で説明させる必要があった。私のアシスタントが、デニスが自分の邸宅にいることを突き止めた。私は運転手とボディガードと共に、彼の邸宅へ直行した。その邸宅さえも、私からの贈り物だったのに。しかし、到着すると、耳をつんざくようなヘビーメタルの音楽と、ドアや窓を通して聞こえる男女の笑い声や叫び声で迎えられた。パーティーをしていたんだ道理でさっき電話に出なかったわけだ。正面のドアは半分開いていた。なぜか私はすぐには押し開けなかった。すぐに聞き覚えのある女性のすすり泣く声が聞こえてきた。ジェシカ・トンプソンだ。彼女は中にいて泣きながらみんなに話し、自分を傲慢な家庭を壊す女にいじめられた哀れな被害者として描き立てていた。私がしたことは彼女に支払いを求めただけなのに、彼女は10万ドルを私の顔に投げつけて、私を首にまでさせたのよデニス。彼女は行き過ぎよ。あなたを全く尊敬してないわ。ただ私を恥ずかしめて私たちを別れさせたいだけなの。中ではデニスのろくでなしの友人たちがみんな彼女に代わって憤慨しているふりをして口を揃えた。デニスはジェシカを抱きしめ、心配と愛情に満ちた口調で慰めていた。心配するな、ジェシカ。君にそんなことをさせはしない。自分の意気込みを示すため、彼は部屋にいる全員にこれ見よがしな約束をした。あの女を見つけ次第、奴にひざまずいて君に謝罪させる。ネポベビー、コネで成り上がった連中の群れが、一人また一人とより大きな声で加わった。デニス、一声かけてくれ。今すぐ連れ出してやる。ああ。ここの本当の主が誰か思い知らせてやれ。私はこれ以上聞き続けることができなかった。手を挙げ、私のボディガードがドアを思いっきり蹴り開けた。音楽は一瞬にして止まり、すべての笑い声と騒音が一瞬で消え去った。数十人の呆然とした顔が一斉に入り口を見つめた。探す必要はないわ。私はここにいるよ。さあ、誰が私に思い知らせてくれるって？